皆さんこんにちは。株式会社黒の現役デザイナー兼社長のボブです。本日は Photoshop 編第12回目で2月のシーズナルイベントのバレンタインデーのための広告用バナーを実際にデザインする編になっています。で、まず今回のバナーのターゲットが20代から30代の女性の方で、30代の自分がターゲットの方々をキュンキュンするバレンタインのクリエイティブを作れるのか問題ですが、しっかりバレンタインのバナーをつかめれば大丈夫なので問題はないです。では参考となるバレンタインのクリエイティブを何個か探していきましょう。また前回の動画を見られて情報設計の段階でクリエイティブに謎の余白があるなぁと感じられた方は、もう一度前の動画に戻ってテキストの構成をし直すようにしてみてください。今回のクリエイティブはバレンタインのクリエイティブなので、色味はピンクか赤か茶色で、フォントはクリスマスと同じく高級感のある明朝体を使うのが良さそうです。ではメインの訴求文言のデザインに入っていきますが、今回は訴求文言が目立つようにするために訴求文言の後ろに座布団というものを使ってみたいと思います。座布団とはデザイン用語的にはテキストの後ろに置く帯やモチーフのことで、このテクニックを使うと文字を見えやすくすることができます。前回のお正月バナーの 60% オフに使っていたのも実はこの座布団のテクニックでした。なのでもし先輩デザイナーの方から座布団を引いた方がいいかもと言われたときは、文字の後ろに何か帯かモチーフを入れて文字を見やすくした方がいいということを言っているんだなということなので、本当に座布団の画像を入れないでくださいね。今回はバレンタインということで少しエレガントな座布団にしたいので、イラストレーターでこのような座布団を作ってみました。一応この座布団や枠やフレームを商用利用可能でダウンロードできるフレームデザインさんやフリフレさんなどもあるのですが、自分で作れた方がいいので今回はいられで作ってみました。デザインの納期が今日中とかの急ぎの時にはとても役に立つサイトなので、概要欄にリンクを載せておきます。それで枠がなんとなくできたので、メインのバレンタインギフト特集もいられて削除をしてできたメイン訴求がこちらになります。次にサブ訴求についてですが、こちらはバナージョブと情報属性を分けたいのでデザインの表現も少し分けてみます。今回ボブコさんの宣材写真も入れることになったので、それを加味してだいたいこれくらいのサイズ感でエリアに帯を敷いて写真も入るようにテキストを入れています。このような感じになりました。次に画像ですが、今回は複数枚使ってほしいということなので、チョコの画像をトリミングして1位から5位でサイズの強弱をつけて配置して、最後にレベル調整で画像のコントラストなどを整えてみましょう。こんな感じです。最後に背景ですが、バレンタインでよく使われるパターンだとほぼ同じ色調のストライプ柄の背景、ベースの色とそれを少し薄くしたドット柄の背景、あとはハートのシェイプにぼかしを強くしてモザイクっぽくした背景などがよく使われます。またバレンタインイコールラブレターというところから紙のテクスチャーを使ったデザイン表現でポップアップカードのようなアウトプットもできたりします。この場合はドロップシャドウをうまく使ってください。あとはバレンタインといえばのチョコのデザイン表現ですが、実はこれがなかなか難しくて、まずシェイプのランダムの波線でチョコレートの粘度を表現するというのがかなり調整がいります。垂れすぎると血みたいになっちゃうのと、垂れなさすぎてもチョコ感が出ないので、まずはいられで何パターンか作られてみて調整してみてください。あと満足がいくシェイプができた時にそれをコピペで Photoshop に持ってきてチョコ感を出さないといけないのですが、こちらはレイヤースタイルのベベルとエンボスの調整をしないと溶けたチョコレートの濡れた感がなかなか出ないので、頑張って調整してみてください。一応今回はストライプ柄をベースに頑張ってバナー上部に溶けたチョコレートをかけたデザイン表現で背景を作成してみました。今回はバナーの真ん中にある座布団の敷いてあるメイン訴求に目が留まる
プラスチョコレートの画像を見せることでバレンタイン特集なんだということが分かり、さらに著名人の情報を追加することで画像をクリックさせやすくする狙いでバナーを作ってみました。それではご視聴いただきありがとうございました。高評価とチャンネル登録、その他質問があればコメント欄までお願いします。以上、ボブでした。皆さん楽しいデザイナーライフを。バイ